リスナーさんからめちゃくちゃ安い株見つけたってメッセージをいただきました。それがこの会社、菊水ホールディングスです。6912ですね。で、どういう会社かっていうと、電源なんですよ。このね、文章に書かれているように EV とか半導体関連、航空業界、宇宙業界とね、男の子が好きそうな業界がいっぱい出てくるわけですよ。そういう業界の電源関連の会社で、ちょっと細かくはね、後ほど見ていくんですけど、この会社がめちゃめちゃ安いと。で見ていくと、自己資本率も 81%、 PR もねこれちょっと出てないんですけど8倍ぐらいですね。で ROE も ROIC も 10% ぐらいで、配当も 4.1%、 配当成功 30% で、この時点でねもう安いなと思いますよね。で売上とか利益を見てっても、ここの10年間でコロナの時も含め赤字はなしと。なんなら最近はね結構利益も上がってきてると。で時価総額が108億円なのに、驚くことなかれ流動資産から有価証券を足して全ての負債を引いたとしても、80億円以上余ってるんですね。なんで時価総額108億円ってことは、108億円のねもうほぼ、85% ぐらいですかねは流動資産で、全て賄えれてると。でこの会社を見てくれということでね研究してまいりました。はるかみ、はいこんにちは、はるかみです。僕は凡人でも努力すれば資産10億円いけんちゃうかなっていうのを証明するために、株式とかの売買を全部公開して本気で挑戦中です。おかげさまで2021年に YouTube を始めてから1億円を突破しました。それだけはなくて、人生は旅やってことで投資の利益で世界中も旅してます。投資で人生を変えて世界も旅する、こんな挑戦を見届けてくれる方はぜひチャンネル登録して一緒に世界を見ていきましょう。それでは本編スタート。まずね初めにパッとこの電源ですよみたいな言ってたんですけど、厳密に言うと、電源ってさ、いわゆる電圧とか、ね、電源とか提供する電源も一応出してるんですよね。出してる名前で言うと据え置き型直流安定化電源って言って、家庭用のコンセントとかね、交流ってなんか昔勉強しましたよね。あれを直流に変えるとか、そのノイズを少なくね安定した電源を出せるような実際の電源っていうものも、作ってます。ただどちらかというと、メインの、電源っていうと、電源を検査するような感じなんですよ。いわゆるレーザーテックって言えば分かりやすいですよね。検査、最新の決算でもねこんな感じで、見慣れないね機械が載ってると思うんですけど、いくつかシリーズはあって、最新シリーズで言うと PXZ シリーズっていうのとか KEV シリーズ、これ PXZ シリーズですよねっていうのがありますと。でこの PXZ シリーズっていうのが、何なんやって言われると、例えば、実際にね EV の車を作るときに実際に走行中にどんぐらいの電流を消費するのかなとかを検査できるとかですね。そういうだからいわゆる検査のキットなんですよ。例えば太陽光発電とかでどんだけ安定して電力を供給できるか、受け取れるかみたいなとか、あともう一個の KEV シリーズとかで言うと、世界にねこのなんていう EV とかだったら充電の規格があるんですよ。なんか CHA とか MO とか CCS とかね、僕はちょっとあんまそこの辺詳しくないんですけど、そういうのを適合するかテストをしなきゃいけないんですけど、そういうテストをするときにこういうのを使ったりとか、V2H って最近流行ってる車と家のね電力の供給するやつ、日コンとかでもちょっと出てきたと思うんですけど、ああいうのに問題がないかを確認したりとか、車両が出荷される前にねちゃんと充電できてるかなとか、電流とか電圧安定してるかなとか、そういうのを、チェックするような機械を作ってますと。でかなりねシェアも高くて、ただシェア高いって言うんですけど、シェア率とかは全然出てなくて、指揮法とかではね高シェアとか書いてるんですよ。ただ日本のシェアはすごい高いけど、海外比率見てもらったら分かるんですけど、結構ね落ちてきてるんですよね。 48%、41%、34% っていう感じで、海外はね結構でかいとこ多いですね。で大体こういうのもね5年から10年ぐらい使えるらしいんですよ。特にこの菊水のは製品のねなんか安定性みたいなのがかなり評価されてるみたいで、長く使えると。逆に長く使えるってことはあんま売り上げにならないってことですよね悪い意味で言えば早く潰れればすぐ買い替えるみたいな、そんだけ独占的なものであればですけど、でもいいものらしいんで、5年から10年使えますよと。あと注目ポイントとしては、頑張ってねこの配当政策っていうのも、この DOE っていうこのね連結純資産配当率、最近多いですねこの DOE にするの 2% 以上。
いわゆる、連結の配当成果 30% 以上で頑張ってきてますよとか、そういうのは書かれてました。で実際に最新の決算単身を見ていくと、ここですね、売上高に関してはプラス 7.5%、営業利益でプラス 7.8%、経常利益でプラス 10%、純利益でプラス 10% っていう感じで、ちょっとずつ伸びてると。正直バリュー株なんてのは、10% の伸び率っていうのはもう相当高いと僕は思ってます。毎年 5% でも成長してったら結構ね、株価っていうのは相当上がっていくと思うんで、10% 成長っていうのはありがたいですよね。ただ今後もこれが 10% 成長できるかなっていうのが、バリュー投資家にとっては一番問題点というか、考えるべき点かなと思ってますね。ただ通期のね業績予想で見ると、純利益で言うとプラス 0.7%、 売上で言ってもプラス 0.5% っていう感じなんで、やっぱねさっき言ったみたいに、10% 成長っていうのは相当すごくて、今期っていうかこの四半期で言うとよかったけど、通期で言うとやっぱそんなに成長はできないよねっていうのは見て取れるかなと。当期の経営成績の概要っていうことで、ここですね、世界各国でカーボンニュートラル SDGs の達成に取り組み、このカーボンニュートラルも結構頑張ってる会社です。聞くすよね。で、AI とかの拡大によって半導体関連市場やデータサーバーの関連市場等において設備投資の拡大が期待されておりますが、欧米における高い金利水準が中国の市場低迷により設備投資抑制の影響を受けていますと。将来ね大きなニーズはあるけど、結構みんな控えてますよと。このような中、当社グループは、まず航空宇宙、電池、自動車、CAC コネクテッド自動運転とかですね、サーバー ICT っていうもう本当メジャーな市場ですよを特にカーボンニュートラルや電動化を進めている分野に注力して顧客ニーズに合わせたソリューション提案をしているっていう感じで、ここでね結構僕が調べてと思ったのは、やっぱ海外勢でねアメテックとか強い会社があるんですよね。で、そういう強い会社たちがどういう風にしてるかっていうと、電源本体から検査とかそういうのをもう一括してサービスで下ろしますよみたいなのが出てきてるんですよね。そういうのが大きくなればなるほど、そっちの方はいいやとかでちょっとねニーズが奪われたりしないのかなみたいなところがちょっと不安だなとは思ってます。このキクスイっていうのは結構ね付加価値戦略っていうのと顧客密着っていう感じで、付加価値っていうのも高難易度高出力みたいな結構難しいところにチャレンジして、そういうところに経営資源を費やしたりとか、日本あるあるで、これもいいも悪いもちょっと難しいんですけど、顧客に密着してね、しっかりサポートしていくよみたいな感じでやってます。なんでやっぱ日本のシェア率は高いのはそういうところにあるのかなと。で逆に海外があんま取りづらいのはやっぱね海外の方がちょっとサバサバしてるというか、やっぱ国内は国内の企業にお願いしたいみたいなのがあるのかもしれないですよね。日本もそういうとこあると思うんでシェアをねちょっと落としてる部分があるのかなとか考えてました。でバリュー投資として一番大事なのはやっぱ純資産がちゃんと増えてるかなっていうところなんですけど、1億円8000万円ぐらいかな増えてるっていう感じで、あんまねやっぱね成長がちょっとなっていうのは懸念点なんですけども、やっぱその分安い当たり前ですよね。バシバシ成長してる会社なんて安く売ってるわけがないんで、こんだけ安いってことは、何かしらのね停滞が見込まれてる、この会社成長しないんだろうなとか見込まれてる部分があるから安いわけですよ。逆に言えばその安くなってるってことは見込まれてないわけですよ。このキクスイダメだと、こんなんもう売れねえよと、電源なんて競合他社いっぱいだし、アメリカの会社強えぞと。だけどもしかしたら航空宇宙がとか、もしかしたらこの EV が大きくなってってとか、もしかしたらこうなってっていうのをこういうね今僕が説明したような中から読み取れたりとかすると、この会社を買っていくっていうのには面白いかもしれないですよね。ちょっといけば株価はめちゃめちゃ上がると思います。それがバリュー株のいいところかなと。安さで言うと文句なし、現金もめっちゃ高い、もちろん有利子負債もないし、で利益もね10年間赤字なしというところを言えば、配当をもらいながらちょっとぬくぬくしながらこの会社の成長を待つっていう戦略も十分取れるかなと思うんで、そういう点でもし気になった方はぜひ決算書読んでみてください。はるかみももしこの会社買う時が来たらね、その時は報告しようと思うんで、それも楽しみにしておいてください。こんな割安株見つけたぞっていうのがあればね、それもコメントもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。